こんばんは。マインドスポーツオリンピアドグランプリ2022ラインズオブアクションラウンド1を解説します。全部で9ラウンドのスイストーナメントです。43人の参加者で、強豪も参加しています。私は2020年に銅メダル、2021年に銀メダルを取っています。2022年は金メダルを目指して頑張ります。ラウンド1の開始です。今回は後手、白です。序盤は相手の駒の前に自分の駒を配置し、動きをブロックしていくのが効果的です。G6 とこの字型にされると、ブロックされつつ黒の駒同士が近づくので、F7 として防ぎました。早速ぶつけてきました。取るか、A2 を動かして回避するかのどちらかです。好みだと思いますが、私は回避する方を選びました。H2 が F2 に上がると取られてしまう状態になったので、気をつける必要があります。気をつけるところをあらかじめ潰すため、A7 を動かしました。先ほどの手で H2 が動かせるようになったので、端から脱出しつつ、相手の駒をブロックします。H6 は端なので取られてもよしとします。H4 は G1 が G4 に来ると、ブロックされて脱出しづらくなります。これを防ぎつつ、G3 や G5、H6 の中への動きを制限できる F4 に移動させました。ここは少し悩みました。一つの手で複数の意味を持つ効果的な手を打っていくのが良いのですが、なかなか見つかりませんでした。例えば、ブロックされている駒が脱出しながら相手の駒をブロックするような手です。H3 から E6 は E8 に取られます。H7 から F5 は B5 に取られますし、H7 から E7 は G5 に取られます。A4 から C4 は C8 に取られます。唯一良さそうなのは A3 から C1 としておき、次に G5 を狙う手です。ただ、C1 の時に G1 から取られる可能性があります。これを防ぐ意味も込めて、まずは H3 から F1 としました。G8 に駒が来たため、A3 から C1 の後、G5 を取っても G1 から取り返される状態になりました。プラン変更で A3 から B4 とし、上の3コマとの連絡点を作っておくことにしました。D7 が取られる状態になりました。D7 から G4 と取った方が良かったかもしれませんが、端の駒でブロックもそこまで効いていないことから無視することにしました。遊んでいる F7 を F3 に移動させて黒の上下を分断しました。一見良さそうですが、これは良くない手でした。G4 から D7 を取ることにより、D7 から A4 が次に取れますし、D1 から F3 を取る手にもなりました。いろいろ忙しくなってきました。A7 が取られるのを回避するために、D4 に逃げるのは D1 や D7 により中央で取られてしまうので NG です。そのため A4 が取られるのは諦めるしかありません。F3 の方は逆に D1 を取れば取られませんが、せっかくの壁を崩しつつ端に行くのがなんだか癪です。ということで、遊んでいる H7 を F5 に移動させて壁を伸ばしました。もし B5 で取ってきたら、A4 が助かるという算段です。また、取られなくても、F5 から B5 を取りに行けると考えていました。ただ、後で分析していて、C8 から F5 が取られる手に気づき、いまいちな手だったと思います。
F3 を取ってきたので、予定通り B5 を取ります。あとは端の駒を中央に寄せていけば固まっていきそうです。3つ縦に並んで壁にしてきました。B6 から F2 を取る手にもなっていて、なかなか良い手だと思います。F1 や F4 が中央に寄っていければ一番良いのですが、どちらも着地点が C4 で、次に C8 から取られてしまいます。3つ並んだ壁を自由に動けなくするという意味でも、A6 から D3 としました。黒もだいぶ固まってきました。着物 C4 に駒が動かせないので、A5 から C3 とし、C3 で連結させていきます。放っておくと、次に F1 もしくは F4 から C4 に移動し、盤石の塊になります。C8 から C4 で止めてきました。これは想定通りです。ここからの詰めが重要です。F1 から C1 は自分が固まるのと同時に相手の離れている C1 を取ってしまうことにもなりますので、際どいです。A4 や B4 をずらして F4 から C4 を狙うのは G1 から D4 などでブロックされます。B5 をずらして F1 から C4 を狙うのも E3 から E2 でブロックされそうです。そのため C2 から E4 で連結させました。これで残り F1 のみとなったので、相手は C1 から F1 と取ることができなくなりました。これは次に D5 から D3 を取る手になっています。さすがに D3 を取られると厳しいので、守る手を考えます。守る手としては、D3 から D5 で逆にこちらから取るか、B4 から D2 や C3 から D4 で D 列の駒を増やす手が考えられます。D3 から D5 で取るのは、次に F1 から C4 で勝ちなので一見良さそうですが、一旦 F2 から E2 でブロックされた後、C3 や D5 が取られる形になっているので、まだまだ難しくなりそうです。C3 から D4 は、相手の G1 から D4 の手を消して、C4 と D5 をブロックすることにもなるので採用しました。これは次に F1 から C4 で勝ちになる手です。黒はブロックする必要があります。ブロックしてこなかったため、勝ちです。ラウンド1、なんとか勝ち切ることができました。初戦からなかなか難しい展開で、全体のレベルが上がってるのかなと感じました。感想やアドバイスがあれば、ぜひコメント欄に記入いただければと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。